こんにちは、ネイリストのうりです。今回はハロウィンに向けて魔女ネイルを考えてみました。私のね、妄想とこだわりとたくさん詰まったネイルになってますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。今回はね、地詰めじゃなくてチップとして作ってるので、ぜひ真似してみてください。それではどうぞ。では早速やっていきます。今回はですね、ネイルチップとして作成していくので、まずはネイルチップの自分の地詰めのサイズに合うものを選んでいきます。ちょっとサイド隠れるやつ選んであげてください。こちらはね、シーンで買ったものになります。で、選びましたら次にこのチップをですね、地詰めの長さに合わせて切っていきます。で、私親指と人差し指分だけね先に切っちゃったんですけど、実目にね貼り付けてやった方がやりやすいことに気づいたので、今市販のねネイルシールを爪に貼ってチップをどんどん貼っていっております。ちなみにこのネイルシールは作業中にね爪に貼っておきたいだけなので、全然どこのものでも大丈夫です。私が使ってるのはダイソーのものです。では親指腫れたみたいなので、他の指もねシールを貼ってチップを貼ってとどんどん繰り返していきます。で、貼り終わりましたら次はチップを地詰めの長さに合わせて切っていきます。で、私はシーンで買ったペンチで切っていってます。でも切れるものでしたら何で切っていただいても大丈夫です。ただ地詰めは一緒に切らないようにお気をつけください。で、私はちょっとめんどくさがりなので、ヤスリでねやすらなくていいようにこの段階でペンチでなるべく綺麗に形を整えておきます。そしたら残りの指も長さ揃えて整えていきます。よし。はい、そしたらもう一回ネイルチップを出しまして、さっき選んだサイズのチップよりも1個サイズ小さいチップをね5個分出していきます。そしたら次にですね、選んだチップを切っていくんですけど、この数字が書いてある先端の方からこの角っぽい部分をめがけて切っていきます。なるべく一発でちょっと切り口が綺麗になるように頑張ります。反対側も切って本当に二等辺三角形みたいな形になるようにしていきます。このチップも同じ感じで切っていきます。コツとしましては、地詰めの上に乗せた時にちょっと歪んじゃったりしないように左右対称を心がけて切っていきます。あと、爪の根元側に来る方の角がチクチクすぎるとちょっとジェルで埋めづらくなっちゃったりするので、丸く角をちょっとだけ取ってあげても大丈夫です。そしたら次は今切ったチップを地詰めに貼ってあるチップに装着していきたいので、密着を良くするために地詰めに貼ってある方のチップをサンディングしていきます。スポンジファイルでチップ全体が曇って見えるぐらいにサンディングしてあげてください。 OK。 ダストオフして終わったら、ここにさっき切ったチップたちを装着していきます。100均でやってみようかな。アイシングジェル、ライト用意しておきます。そしたらさっきのセリアのねアイシングジェルを用意してチップでちょっとだけすくっていきます。この時気をつけるのはですね、チップの表面にあんまりジェルがつかないように気をつけていきます。量は適当に取ったんですけど結構いい感じでした。だいたい爪の上半分ぐらいにつけていきます。で、いい感じだと思ったらアイシングジェルよけてライトつけて微調節してからライトに入れていきます。地詰めにチップがついてるせいか効果熱は全然なかったですし、ちゃんとくっつきました。では残りの爪もやっていくんですけど、これでね爪の長さ一発で決まっちゃうので、全体のバランス見つつ爪の位置決めていきます。はい、今はねこんな感じになってます。ちょっと中心がずれちゃった爪があったので、今のうちに悪あがきをしておきます。はい。で、ここまでめっちゃ痛い。たら次ベース塗っていきます。はい、とりあえずセリアのベース&トップではね、ベースを全体に塗って際にも塗って、裏返して爪の裏にも塗るんですけど、この時は地詰めについてるチップと後からつけたチップの段差を埋める感じでやってみてください。地詰めにはね塗らないようにお気をつけください。あとちゃんとエッジの部分も塗って、で表側のチップとチップの段差もできるだけこの段階で埋めておきます。
よし、いろんな角度から見ていい感じだったら硬化していきます。で、残りの指も同じ工程でやっていきます。で、全部塗れたらですね、この後はカラーに入っていきます。よし、土台完成。今回使っていくのはこのなんか新しくキャンドゥから出てたスケカンワインレッドです。なんかね、ハロウィンでの今回のテーマがね、痛え、これ刺さったらめっちゃ痛い痛えって感のあるカラーをめっちゃ薄くとりあえず塗っていきます。で、ちょっとチップの段差にカラーが溜まってムラっぽくなってしまってるんですけど、今回のねデザインはわざとムラっぽく仕上げていきたいので、あんまり気にせずやっていただいて大丈夫です。全部塗れたらライトに入れる前にムラ感を最終調節してから入れていきます。で、次はパーツを置いていきます。これは毎度おなじみシーンで買いました。じゃそう、今回のねコンセプトがあるんですね。ハロウィンをモチーフにしたネイルっていうよりは世界観に浸ったネイルって感じなんですよ。感じにしたくて、で魔女からね本当に生えてそうな爪を作りたかったんですよ。だからなんていうのかな、人間なんか血の色が薄く透けて爪の色ってちょっとピンクじゃないですか、血色感ある。だから魔女もなんかもっと透けて赤みたいなありえる色で、私の中でもね辻褄が合ってるっていうネイルになってます。はい、中身こんな感じだったので、これをねちょっとパーツ置いていくんですけど、もう一個こっちの前買ったシーンのパーツも使っていこうと思います。そう、こだわりがありましてね、何かと言いますと、この爪の中にさ、なんか封印魔法みたいな各自封印されてて、なんか召喚したら使えるよみたいな世界観でやりたいんですよ。この年までこじらせた中二病なので、キモって思うかもしれないですけど、私はねこういう世界観で生きてるので、はい、申し訳ないです。そうだからこのね、なんて言うんだろう、一本一本魔法使えるみたいな感じにしたくて、こいつは使い魔封印して閉じ込めてるみたいな。可愛くない誰か分かってほしい。だからこいつらをこの爪に封印しているみたいな感じにしたいんですよ。この子は親指角ですね。親指これもね入れたいよな。ちょっといけるか。可愛い。これはここにしようかな。で、ハートもなんか封印した誘惑の魔法みたいな。よくないちょっと頭おかしいって思われる。でもね、本当にそう、頭おかしいんですよ。いつまで経っても子供なんです。これ小指とかでもいいかもな、ちっちゃいし。かわいい。じゃこれを小指にして、お手手はどう？かわいい。ちょっと一番強いやつ封印してるよみたいな。飼い主も実際効かないやつだよみたいな感じもいいですね。はい。これにしよっかな、意外。これなんだろうこれ本当に。剣かな？盾？牛？可愛いからこれでいいか。この人差し指のこれ華奢で可愛い。このハートとかにしてみよう。でかいのはダメ。ちゃんとね、封印できるやつがいいから。十字架行ってみる。十字架。2個十字架ってちょっと、なえるかもしれない。意外とこいつがいける？可愛いんじゃない？可愛い。オッケー。こうしよう。じゃあ、これをとりあえずね、つけていきたいと思います。パーツつけるのもこいつ。でね、今回はもう、パーツどっぽんして、ジェルの量めちゃめちゃ多くしてつけていきます。基本はね別に入っても可愛いと思うから無視します。こんなもんかな。よっしゃい。可愛いじゃん。そしたら残りのパーツもつけていきます。いいんじゃん。
そしたらですね、次にパーツをクリアジェルで覆っていきます。使うジェルはノンワイプ以外だったら何でも大丈夫です。この時はですね、気泡とかはあんまり気にしなくて大丈夫なので、とにかくパーツの段差を埋めるっていうことを意識してやってみてください。じゃあ次はこの粘土ジェル、クレイジェルでこの上をね、立体的に猫の爪みたくしていきます。100円で買えるんですけどね、これ5本分ちょっとあるかないか不安なので、どうしようかな。1本だけこいつでやってみて、あとはちょっとシーンで買ったこのでけえ方を使っていこうと思います。そしたらね、何でも大丈夫なんですけど、私はね、メタルプッシャーでとりあえず粘土ジェルを取ります。で、置きたい爪に置いていきます。足りなかったらね、2個ぐらい置いてください。で、メタルプッシャーでなんとなく全体にジェルが広がるようにちょっとね、動かしていきます。で、なんとなく全体に広がったらシリコンスティックを用意してきれいにしてからペタペタ形を作っていきます。ですね、ポイントはパーツを埋めることを意識するということと、爪のね、生え際はなるべく薄く作るっていうことと、あとね、爪の厚みは出ても大丈夫なんですけど、横幅はね、膨らまないようにちょっとスリムに作ってあげると猫っぽく可愛くなります。結構いい感じじゃない？よし、いけ。そしたら残りの爪もやっていきます。ここでね、シーンの粘土ジェルに変わってるんですけど、使用感全然変わんなかったです。はい、形形成が終わりました。ムラに塗ったことによってこの輝き感が違って可愛い。めっちゃ、いやー可愛い、強そう。召喚したいよ、何か。そう、でもまだですよ。これでね、フォルムが完成した感じになります。で、先端をちょっと強そうに黒にしよっかなと思って、人間でいう白い部分を魔女はちょっと黒であってほしいなって、私の理想押し付け。やばい、待って、これだいぶ前に買ったやつなんだけど、めっちゃ固まってんじゃん。どうしよう。ということで、急遽家にあったアリエクの黒を使うことにしました。これを先端にちょちょって塗っていきます。今ね、フォルムがね、普通よりも立体感のある感じになってるので、サイドも塗り忘れないようにいろんな角度から見て塗っていきます。あとね、キラキラ光ってる部分が隠れすぎないように、これは浅めに塗っていっております。こんな感じかな。よし、かわいい。そしたらですね、この汚いペーパーを用意しまして、で、おなじみのグラデーション筆をね、しっかりほぐしてから、この境目をポンポンしてぼかしていきます。この筆はね、めちゃめちゃ簡単にグラデできるので、めっちゃおすすめしております。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ。いいね。よそ見をするのはやめてよ。誰よりあなたが一番好きな。どえ。そしたらね、かわいい。もうちょいだけ濃くしますわよ。二度塗りしていきます。さっきとね、同じ工程を繰り返していきます。はい、私的にはできた。かわいい。じゃあトップ塗っていきます。トップコト。いつも通りキャンドゥのノンワイプトップ塗っていきます。どうしよう。いつも通りね、塗っていくんですけど、際塗るときと裏塗るときは地詰めにはつかないように注意をして、エッジもちゃんと塗ったら硬化していきます。はい、できたー。かわいい。どう？かわいくない？魔女、この前した仮装の魔女がつけてそうじゃないですか？今で、気になるようでしたら、ちょっと凹凸とかね、気になる部分をヤスリでちょっとなだらかにしていきます。よし、できた。
じゃん、完成しました。いかがでしょうか。猫爪ネイルね、一回やってみたかったんですけど、想像以上にね、めちゃめちゃ可愛すぎました。意外となんか工程も少なくて単純だったりしてやりやすかったので、ぜひ皆さんもネイルチップ作ってみてください。ではね、今回はちょっと私のこだわり満載のちょっと暴走しちゃったねハロウィンネイルだったんですけれども、最後まで見ていただきありがとうございました。また動画見てくださるだけじゃなくて、いつもコメントで温かい言葉残していただき本当にありがとうございます。もうとてもほっこりさせていただいてますし、嬉しすぎてめちゃめちゃ返信しちゃっているのですが、ちょっと鬱陶しいなと思っても、こいつ喜んでるなって思っていただけたらと思います。それではまた次の動画でバイバーイ。